花田さん、はい。これまた今回スチールなんですけど、前回やったトゥースチール、そうです。トゥースチールなんですけれど、前回はプラスネジの頭でやったんですけど、はい、今回はマイナスネジのオーダーなので、ちょっとヨーロッパ圏から仕入れたネジを使って、施工しますね。昔はものづくりの世界って全部マイナスネジだったんですよ。なので昔の古き良き時代に思いを馳せる方は、やっぱマイナスネジを今でも使うんですよね。マニアックそうなんですよ。うちはそういう方で持ってるお店なんでこれはエドワード・グリーンって言いますね。イギリスを代表するブランドで、世界の革靴のメッカはイギリスのノーザンプトンっていうところなんですね。そのノーザンプトンの地でもう1890年から続いてるメーカーさんなんですよね。大体もうジョン・ロブっていうブランドとこのエドワード・グリーンっていうのはもうイギリスを代表する二大巨頭みたいなブランドなので、なるほど。今回はちょっとここから取りますね。何ですかこの金属。これもうオールトゥースチールメンバーですすごいありますね。そうなんですよ。ちなみに上段もこれですか？なんて言いました？もう一個あるんですか？そうです。こっちは国産です。国産とドイツ産。こっちはフランス産です。こっちはフランスです。あとこっちが先代の時から残ってる昔のタイプの、本当にこれがヴィンテージスチールです。いわゆる、今の時代ってこれをヴィンテージスチールって呼び名で呼んでるお店って多いんですよ。なんですけれど、こっちは本当の本家本元のヴィンテージです。これ何パターンぐらいあるんですか？国産ので13種類、でドイツのが1種類、でフランスのが8種類、今回はお客様のこだわりもあってですね、一般的には光ってるものが定番なんですけれど、いぶし銀のネジもそうなんですけど、ネジもマニアックでスチールもマニアックなんで、もう稀にしか注文が入んない。こっちが一般的なんですね。こっちがわざとくすませてるんですね。メッキをかけてないって言った方が。なるほど、下の方がキラキラ輝いてますね。そうなんですよ。ちなみに今廃盤になりつつあるっていうなるほど。なりつつっていうか、なっちゃった感じかもしれないですね。なってるかもしれない。この間これの2サイズ上のを発注かけたら、廃盤ですって言われてしまって、前回と同じでスチールのラインを決めますね。つける位置っていうのはすごい難しいんですよ。紳士靴っていうのはつま先をほとんどのブランドさんが内側に振ってるんですよ。ヒールはここにあるんですけど、ちょっと振ってるじゃないですか。つま先の位置とかかかとの位置が違うっていう。なのでスチールもこのヒールの延長線上で例えばこうつけた場合、すごいダサく見えちゃうんですよ。で必ず内側に振ってるラインで線を決めてあげるっていうのがすごく綺麗に見えるんですね、最後。で今もうちょっと分かりやすく見せますね。で左もこう内側に引きますよね。この位置、右と左でこう合わせた時にまっすぐに見えますね、割と。見えます。これさっきは内側に明らかに振ってるように見えたんですけど、さっきはこうお見せしたんで、こうかかとが平行に対して内側に振ってるようにつま先が見えるんですけど、2つをこう持った時につま先の方がさっきよりも
外側に振られたんでこう外向いたんで靴全体が、はいはい。なのでこれがまっすぐに見える。でも村上さん今本当に1個ずつそのラインを引いたのに2つ合わせると見事に直線になってますね。さすが、はいさすが手引き職人。ありがとうございますあいやお見事。りがとうございます。よし。で今回はあんまり掘れないんですよ。この爪って言ってここにポコって出してる部分あるじゃないですか。ありますね。ここにですね、これがエドワード・グリーンはほぼ出してないんですよ。出してない。はいあ、本当だ。少しだけ。思ったほど爪が出てない。そうなんですよ。なのであんまり掘りすぎちゃうとこの爪を掘ったことでなくしちゃうんですよね。なるほど。そうか、このはい薄い爪はいがちょっぴりだけ出てるっていう状況ってことですね。そうなんですよ。これすごく上手な方が爪出ししてるんで、特にエドワード・グリーンはもう本当世界で一番美しい靴って言われてるので、こういった衣装を消しちゃうっていうのは、それなんだろう、その美しさに憧れて買った靴なのに、僕が消しちゃうっていうのはちょっと違うかなと思うので。エドワード・グリーンとジョン・ロブは本当に気使うブランドなんで、もう本当この包丁をちょっとでも深く入れようもんなら爪飛んじゃうんで、これ今全部掘ったじゃないですか。はい。でここ花田さんに触っていただくとまだ爪が残ってるのが分かります。おお、爪残ってますね。これは本当にもう紙一重ですね。本当そうなんですよね。エドワード・グリーンとジョン・ロブはもう機械で掘るなんてもってのほかなんで、はいもう初めはもう手が震えて、でも手が触れると危ないからはい、それを震えないようにしたって言ったじゃないですか、は何年ぐらいやったらできた？何年っていうより足数ですかね。はい、だからまあ1000からそうですね、1000から2000ぐらいやればだいぶ開きありますけど。そうですね。いやでもその高級ブランドをはい最低1000足はやらないとはいってことなんですね。それはそれで長い道のりっすね。そうですね、これ1個で3、40万するんでだから1000足やったら3億から4億ぐらいやって一人前みたいな。そうですね。お客さんがよしこの職人はなんかなんていうんですか、気に入ったっていう職人だったら多分割と寛容にこう育ててやろうっていう、僕の店はやっぱ下町にあるので、すごくお客さんに育てられたっていうのがあるんですよね。はい、もちろん人間なんで最初からうまくできないんですよ。やっぱり苦い経験もたくさんしてきてるんで、その時にすごくお客さんに助けていただいたっていう感じですよね。はい
これがマイナス。マイナスはねプラスと違って入れるのが難しいんです。